はい。メールがたくさん届いているそうなので、ここで紹介したいと思います。はラブライバーネーム、タカバードさんからいただきました。ありがとうございます。えみつん、ほんのほんのほー。ほんのほんのほー。そしてゲストのみもりん、うみうみうー。はい。8月、9月に行われたアニサマとランティス祭りに参加しましたよ。中でも、それは僕たちの奇跡は、衣装もアニメのオープニングとお揃いで感動しながら聴いていました。ダンスの見どころや裏話などありましたら聞かせてほしいです。そうだね、この夏、いっぱいライブしたよね。いっぱいライブしましたね。ランティス祭り、アニサマ。そしてランティス祭り。で、ほら、昨日ほら、そうアニメキャンプで、ゆまちゃんはね、別ユニットのね、ちょっと、空また私はすいませんでしたけど、本当に。いやー、本当にいろいろやりましたけど、この曲は特にこの夏本当に何回もやりましたね。やりましたね。いや、もっとね、早くにもお見せしたい気持ちもあったんだけど、やっぱりね、こう、大事な曲じゃないですか。雪のオープニング。ためてね。もうびっくりさせたいっていう思いでね。衣装も新しく作りましたし。ね。あれはなんだろうね。見どころ？ダンスの見どころや裏話？結構もうね、私はね、タンタタタンタンここの瞬間がすごい、いつもみんながすごいここに集中してるの、なんか。この止めにめっちゃみんながこだわってるっていうところがツボだね。そうだね。ここね、ここの止めが大事なポイントだからね。なんかこの曲はさ、特になんか流れる動きと止めるところとかすごいはっきりしてるから。そう。あとね、個人的に好きなのはね、これ。これなんか、なんとも言えないこの、そこの振りが一体ここに何があるんだって感じの、ゴシってゴシするやつ。私はね、あそこが好き。ペタペタ。ペタペタ。そう。真ん中の3人だけが、2年生だけが、ペタペタ。そう、何ペタペタ貼ってんだろうって感じだね。なんか障子貼ってるみたいな感じなんだ。ペタみたいな。そこをぜひ見落としがちだけど、やっぱ見てほしいところだよね。いやでも本当にやっぱさ、アニメの衣装と同じっていうのもすごいよね。そうなんですよ。私はベレー帽かぶっててですね。あれがすごい、海ちゃんっぽいなと思って感動したんだけど、意外とね、やっぱベレー帽不安定なものだから、ものすごい数のピン止めで止まってるわけですよ、あれは。だからなんかこう、そうなんだ。そうなの。やっぱ不安でね、結構振りやっぱりこうだからさ、これさ、飛んでっちゃったらどうしようと思って、そんななんかお笑いの方に持ってきたくないし、やっぱ正統派のね、海ちゃんとしてはやっぱりいっぱい止めてもう予防してます、いつも。なるほどね。ほのかのね、ここのね、髪飾りもね、よくぶつかるんだよね。特にこれとかでバシッとぶつかる。あるあるだね。飛ばないようにね。しっかりみんな止めてるよね。そうなんですよ。いやでもいっぱいさ、今年は外で歌う機会があって、このランティス祭りでね。野外ライブはだってミューズでは初めてだったじゃない。そうだね。楽しかったよね。楽しかった。やっぱりでもランティス祭りの三重の時はとても暑かったね。暑かったね。私たちブーツはさ、黒なんだけど、ブーツがすんごいね、太陽熱を吸収して、足がもういつか焦げちゃうんじゃないかってぐらい、もう最後足溶けてたと思う。そう、もうなんかちょっともう、やばかったよね。床も黒だったしさ、もう全部のさ、なんか全部の太陽光線をそこに集めてたね。スタートダッシュ、私最後膝つくポーズが最後膝焼けたからね、あれね。ジューって、あれみつんがジューシーになっちゃうね。はい、じゃあ続いて読みたいと思います。ラブライバーネームシャーロックわしべさんからいただきました。えみつんゲストのみもりん、おはようございます。おはようございます。みもりんといえばライブではキレッキレな踊りを披露されていますが、練習してて一番苦労した踊りは何の曲ですか？聞きたい。私的に、
私なんか全身を使って踊る振りは覚えるの得意なんだけど、これとかさ、なんか手振りのものが覚えらんないの、逆に。だからなんだろう、なんだっけな、あれとか見つめてよとか、こうなんかこう結構ラブレスワールド、そう手の動きがこっから先の動きが細かいと覚えらんないみたいで、私あんまり。あとなんだっけ、ワンダーゾーンとか。そう、なるほどね。そうなんですよ。全身を使う動きは得意なんだけど、この指先の動きは苦手みたいで、どうやら、っていうのが最近分かったことかな。私はいつもね、みもちゃんのね、ダンスを見ながらね、こう頑張って真似っこしてかっこよく踊れるようにしようとね、知ってるんだけど、なんせさ、そもそもの手の長さが違うじゃない。そう、あれなんだっけ、あの曲。あれだよね。そう、3人でさ、スタートダッシュの3人バージョンが最後ね、手をねこう上げるんですけど、私とみもちゃんね、普通よりもね手が長いの。そう、ちょっと人より長めなの、手が。で、私人よりもね手が短いの。だからこれやるときにね、高さがね、もう全然届かなくて、そうだから全然届かなくて、同じ均等な立ち位置だと私がこうしちゃうから、ちょっと私が一歩下がるっていう、私がすごい伸びてるみたいな、ピーンっつってねっていう現象が起きてたり。そう、あとなんかこう長いからやっぱ神経が行き届くのに時間がかかるみたいで、だから多分細かい動きが苦手なんだと思う。特に先生によく言われて、みもちゃん一息ちょっと下ろすの遅いですとか、なんかここの指はもうちょっとこうですとか、長いからね多くて行き届いてない感がある、すごい。いつもね、砂晴れのここがね、緊張の瞬間なの。見て、この余裕の曲がりとギリギリの曲がり、もう遊びの部分がどこにもないの、私の腕。短くて。気づかなかった。なんかすずが余裕でやってるポーズ、いつも私がそこに一生懸命合わせるってなって。えみつ頑張ってたんだね。頑張ってるんだよ。私の少しでもすずに近づこうと思って頑張ってたのよ、私。自虐やめー。それじゃあもう一通紹介したいと思います。ラブライバーネーム、岩手のプーさんからいただきました。ありがとうございます。えみつみもりファイトですよ。えみつみもりファイトだよ。言い直して。ファイトだよ。僕はラブライブのソロ曲の中では特にほのかちゃんのサムデイオブマイライフと海ちゃんの私たちは未来の花がお気に入りです。それぞれほのかちゃんの元気さ、海ちゃんの真面目さやかっこよさが出ていてとてもいい曲ですね。そこでお二人に質問なのですが、ソロ曲の中でお気に入りの曲があれば教えてください。自分の？でもこれかな。私たちは未来の花。これはかっこよく歌いたいなと思って。ワロックだよね。ワーロックだね。そうなの。でもなんかやっぱかっこよさがね、まだ今一つね、自分の中でね、もうちょっとやりたい。もうちょっとやりたい。もうちょっとやりたいんだけど、やっぱ本番はすごい緊張してるから、もう一つ抜けたいのよね、かっこよさ的に。実はまだまだだなって思ってんだけど。えみつは？私はね、最近はもっぱら自転車に乗らせていただくことが多いんですけれども、そうですね、ほのかのソロ曲は確かどれも結構テイストが違うというか、ですね。そうだね。なんか最近は元気なのが多いけど、そうだね。でも元気な、やっぱほのかちゃんの曲元気なのが私は好きだな。でも勇気のリーズンも好きだけどね、私自分の。いいよね、なんかいいオープニングって感じしない？あ、そうだね、そうだね。そうなのよ。ねえ。はい、じゃあここで曲を一曲流したいなと思うんですけれども、お聴きいただきたい曲は24日に発売になります。こちらのブルーレイの特典の曲でございますね。はい。海ちゃんとエリちゃんで歌っております、Storm in Lava という曲を聴いていただきたいと思うんですけれども、これはどんな曲ですか？これはですね、なんかね、踊りたくなる。踊りながら撮ってた。踊りながら撮ってた？もうね、なんかもう、こういう感じで。こういう感じだ。こういう感じでちょっと、なんかラテンな女になった気分で、踊りながら歌ってた。じゃあそんなラテンな感じを味わってもらいたい。はい、もう皆さん視聴動画ご覧になったよっていう方とかいます？
いるいるっぽい。のだって。ありがとうございます。うん。まあ、ここで初めて聞く方もいらっしゃるかと思いますが。そうだね。でね、まずは聞いていただきましょうかね。はい。はい、じゃあ、みもちゃん、曲振りをよろしく。はい。園田美と綾瀬えりで、ストームインラバーです。はい、というわけで、ストームインラバー聞いていただきました。どうでしたどうですか？ラテンだったね。ラテンでしょ？もう私大好きで、私今年で一番楽しかったアフレコじゃ今年一番楽しいレコーディングだった。本気でなんかあれを超えるのが今後出てくるかなってぐらい、やっぱ、なんだろう、夏女の血がたぎるのかな。夏女の血がたぎったのと、あとすごいブースの中でめっちゃ踊れて楽しかった。踊りながら、サンバのリズム刻んでたの？もうこうやって踊りながら、ねてててててて、もうね、いつ前から外れちゃうかと思って。もうすごい楽しくて、そうなの、ノリノリでね、やりましたよ。はい、じゃあね、ぜひ皆さんも、こちらのブルーレイで、うん。向かっていただいて、はい曲をフルで聴いてくださいね。お願いしますよろしくお願いします。じゃあ次のコーナーに行きましょうか。行きましょう次のコーナーはこちら。えみつんファイト劇場よっはい、こちらは原案君野桜子先生書き下ろしのほのかとゲストメンバーの掛け合いセリフを紹介するスペシャルコーナーでございます。第1回はですね、ほのかとニコが宇宙人はいるかどうかという議論をしまして、ほうほうほう第2回はほのかとリンが無人島に何か一つ持っていけるなら何を持っていくかというお話でした。ほう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 そして第3回はね、ほのかとエリちゃんが雨対策について話し合ったんですよ。はさてさて、今回はどんなシチュエーションですかね。ね。まあ、ちょっとね、回を追うごとに、うなんだか長くなっている気がする結構なコーナーなんですね、これ。そうなんです。先生の気合が。気合が感じられますね。はい先生に。というわけで、はい本日のシチュエーションはこちらです。もしも、ほのかと海が給食の思い出というテーマでトークをしたら、なかなかしないよね、給食の思い出。なんかある給食の思い出。給食の思い出？まあ私は給食は小学校だけだったんだけど、都会っぽい。都会っぽい？都会っぽい。中学からお弁当だったから、なんかね、私はね、なんだろう、あれが好きだったよ。何？シューマイの周りに、もち米シューマイだ。へえ。なんかもち米が周りに、皮の代わりにくっついたシューマイがあって、それがすごい美味しかったのと、あと、イカ飯が美味しかった。イカ飯、しゃれたもんが出るんだね。ねイカ飯美味しかった。イカ飯なんで出るの？出た。へーイカの中にご飯詰まってて美味しかった。っていう記憶かな。ちなみに、ご当地的なのはなんかないの？そういう。ご当地的なのはあんまりなかったね。そうなんだ。へー。いつも食感ってスープとか入れるさ、やつあるじゃん。あれを持ってて、給食着のここがすごい濡れるっていうのが、あるあるだね。お決まりだったね。あるあるだね。給食